思ってることがストレートに言葉になっている。藤井風さんは英語のインタビューの方がリラックスしていて自然体と評判のイギリスの老舗音楽ポップカルチャー総合メディア NME の英語インタビューを Google 翻訳ではないナチュラルな日本語翻訳でお届けします。ロンドン公演への思い、新作英語アルバムへの意欲、80年代への経緯、映画ハチ公が後押ししたというハチ公の制作秘話、そしてアーティストとして活動を続けるべきかどうかの迷いと再起まで。 NME のインタビュアーさんは下調べがとても丁寧で藤井風さんの深い思いを引き出し、風さんも手元で何かをいじいじと触りながら終始リラックスした雰囲気の中で穏やかに丁寧に言葉を重ねていました。では本編をどうぞ。できればもう1枚英語のアルバムを作りたいです。プリマが9曲だけなのは少し寂しくて。 NME インカンバセーションへようこそ。藤井風さんにお越しいただきました。はい、風。こんにちは。こんにちは。ロンドンへようこそ。ここ数日で2公演されましたがいかがでしたか？人も大好き、街も大好き、会場も大好きです。クラシックでヴィンテージな雰囲気があってとても大好きです。まだステージ上でどう振る舞うのが一番いいか探っているところですが、最善を尽くしましたし、お客さんが本当に温かかったです。昨夜はとても余裕があって、そんな風には見えなかったけど、ノーノーノー、落ち着いて見えるようにはしていますが、内心は少しパニックになってる時もあるんですよ。セットリストの中で、エイミー・ワインハウスの Love is a Losing Game をカバーしていました。理由と、この曲への思いを教えてください。とてもロンドンらしい曲だと感じています。彼女の作品が本当に好きで、アルバムは2枚しか残していないけれど、どれも格別です。ロンドンで歌えたのが嬉しかったですし、この会場には彼女のライブ録音のアルバムもある。すごいことだと思います。そのことは歌っている最中、意識していましたか？いえ、むしろ緊張でいっぱいでした。そんなことをやっている自分、よく勇気があったなと思います。でも、見事に歌い切っていましたよ。ありがとうございます。頑張りました。昔、20代後半までは日本に集中し、その後に海外へ行くと友人に話していたそうですね。おーわお。そう、なんで知ってるの？ちょっと調べたの。でも、死ぬのがいいわの成功で、2022年から海外での動きが少し早まりました。想定外のバイラルは、あなたにどんな体験をもたらしましたか？全く予想外でした。それまで TikTok やショート動画はあまり気にしていなかったのですが、音楽にとって、そしてビジネスにとって、あのプラットフォームがどれほど大きいかを実感しました。思いがけない出来事で、祝福のように感じました。多くのプラスがあった一方で、次に何をするか、アーティストを続けるべきか、という迷いも生んだそうですね。すでにフルアルバムを2作出していて、特に日本語では、当時言いたかったことを言えた感覚がありました。だから次の一歩、次の章が見えなくなってしまった過去の自分の仕事に満足していたのも事実です。満足すること自体は大切ですが、キャリアや新しい挑戦の面では時に難しさをもたらすことがあると感じました。そこから続けようと思えたきっかけは、最終的にプリマへ向かった原動力は、ありがたいことにスポーツバスケットボールチームのための新曲制作の機会をいただきました。人生からまだやることがあるよと言われたような感覚で、そのオファーが大きな支えになりました。そういった機会がなければどうしていたかわからないです。プリマの I Need You Back では無関心や情熱の消失を歌っています。迷っていた時期とつながっていますか？はい、とても正直に書いた曲です。情熱やエネルギーを全て失ってしまったように感じて、どうすれば取り戻せるのかを探していました。歌詞はその心境をそのまま反映しています。怖くはありませんでした。むしろ満足や幸福が時に情熱を奪うこともあると考えさせられました。英語アルバムはあなたにとってやり残していたこと、いわば生きているうちに果たしたいことでもあったとか。なぜ英語で作ることに惹かれたのですか？英語の歌を聴いて育ってきました。英語で曲を書き、英語だけのアルバムを作る、それ自体が夢でした。困難の中で一度は忘れかけていましたが、
周りの人や環境がまだやるべきことがあると気づかせてくれました。日本語と英語では書く感覚がどう違いますか？英語で考えると思考がよりシンプルでクリアになります。自分も曲もなるべくシンプルでいたい。英語で書くと視界が澄んで見通しが良くなる感覚があります。それに誰かと一緒に作ることにも興味が湧きました。自分のメロディーに他の人ならどんな言葉を乗せるのか知りたかったんです。今作では A.G. クックやトバイアス・ジェス・ジュニアとも制作しました。どんな体験でしたか？お二人とも穏やかで制作は終始スムーズでした。特に今回はプロダクションに深く関わって以前よりずっと強く共に作っている実感がありました。これまでも制作の一員ではありましたが、時に妥協することもあったと思います。今回は細部まで自分で判断し、より大きな責任を負いました。アルバムジャケットもスタジオではなく自宅で撮影したいと思ったほど、この作品は自分に近い存在でした。プリマには80年代の風合い、ニュージャックスイング、ディスコ、シンセポップが感じられます。80年代の何に刺激を受けましたか？あの時代の情熱が好きです。常に新しいこと、革新的なことに挑んでいたと感じます。マイケル・ジャクソンやマドンナの MV にも創造性と熱量が満ちている。その感覚を今の時代にもう一度連れてきたかった。自分がアーティストとして続け、次のアルバムへ進むためにもあのエネルギーが必要だと感じました。以前はクールで最先端であるべきだと感じていた時期もあったそうですね。自分の作曲はピアノ中心で、1930年代のジャズや1960年代の日本のポップスなど古い音楽の影響も強い。だから古典的な手法と先鋭的なプロダクションを混ぜるのが面白いと思ってやってきました。ただそのやり方はすでに2作で試したので、今作では憧れてきた80から90年代の空気により素直に敬意を払いました。プリマ以前は他のライターやプロデューサーとゼロから曲を作ることはなかったとか、スタジオで一緒に無から有を作るのはどうでしたか？ハチ公がその例で唯一最初の一歩から誰かと一緒に作った曲です。制作はとてもスムーズに進みました。予想外のアイデアがもらえたので、今後はもっと柔軟にオープンに挑戦的にやっていきたい。英語の曲に少し日本語を入れるという発想は自分にはありませんでしたが、やってみたら日本でのキャリアと新しい挑戦をつなぐ橋になりました。本当にありがたい機会でした。その発想はトバイアス・ジュニアから出て、あなたは後でハチ公の映画を見て歌詞を仕上げたそうですね。映画はどう役立ちましたか？天国でやっと再会する、そんなイメージに強く心を打たれました。物語のポジティブで穏やかな側面に焦点を当てたかった。やっと出会えた。ここからは一緒に何でも乗り越えていける。そんな無敵のような感覚を曲に込めました。この曲は3年間待ってくれたファンへのメッセージでもありますね。待ってくれたことをどう受け止めていますか？皆さんは本当に忍耐強いです。ここ3年はシングルを少しずつ出す形になってしまって、新しいショーへの高揚感を一緒に分かち合いたいと思いました。プリマというタイトルはサンスクリット語で愛、過去の作品タイトルともつながっているそうですね。1作目、2作目のタイトルもインド哲学に由来していて、自分の中では一本の線でつながっています。もし3作目を出せるならタイトルはプリマにすると以前から決めていました。男女の関係に限らない、もっと高いところにある純粋な愛、霊的な愛、その感覚を自分の内側に宿していたくてこの名前にしました。28歳になったばかりですが、アルバムが出るまでは27歳のままでいるとも話していました。27という数字にはどんな意味が？数字として好きなんです。3枚目で曲数は9にしたかった。3×9 で27、いわゆる27クラブという言葉もありますよね。エイミー・ワインハウスもその一人です。もしこの3枚目が最後の作品だとしたら、どんな曲を入れるだろうと想像しました。実際には2、3年ではなく27年丸ごとかけて作ったような感覚があります。自分の哲学やスピリチュアリティは人生全体を通して形になってきたものだから、アルバム収録曲「Forever Young」について確か最後に書いて、
最後に収録を決めた曲ですよね。なぜ絶対に必要だと思ったのですか？ツアー中に訪れたバリ島のエネルギーからメロディーが生まれました。アルバムの締めくくりは楽観的で少しノスタルジック、そして夏の匂いを出したかった。サビが降りてきた瞬間、これがラストにふさわしいと感じたんです。ところで、あなたはこれまでのキャリアでたくさんの大きな実績を積んできましたね。その一つが昨年、日産スタジアムで 2days という大きな達成がありました。2021年には無観客配信も経験しています。2つの出来事はどう違いましたか？ 2021 年の配信は部屋でカバー動画を撮っていた頃の感覚に近く、孤独は感じませんでした。昨年はついに大きな会場で友達であり兄弟姉妹のように思っている皆さんにあんな大きな会場で会えた。夏らしく外の空気も気持ちよくて、これまでで特に好きな公演の一つになりました。プリマの次に目指すものは、音楽的にも達成したいことは、できればもう一枚英語のアルバムを9曲だけでは少し寂しいので、未来のことは分かりませんが、導かれるままに与えられたことをしていきたいと思います。将来が楽しみですね。本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。英語で話す藤井風さん、素顔が垣間見れたようで素晴らしいインタビューでしたね。あなたの心に残った風さんの言葉をぜひコメント欄で共有してください。次回も藤井風さんの英語インタビュー翻訳版をお届けします。チャンネル登録をいただければ新作通知が届きますので、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。